雑談です。ざっくりです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、今日阿佐ヶ谷ロフトであります阿佐ヶ谷ヤング用品店、水道橋博さんの、トークイベントのオープニングやら何やら準備をしておりました。それと引き続き探し物をしておりましたが、結局見つからずっていう感じでだったんですけども、こう知らない電話番号からの電話がありましてね、お昼ぐらいでしたかね。で普段だったら本当に出ないんですね。基本的にあんま出ないかな。でもなんかその番号がどうもこれは出た方が良さげな番号だなと思って、で出てみようと出たら、昔 MBS でやってたマジっすかっていう番組があったんですけども、あれは誰がメインでやってたのかな。芸人さん、吉本の芸人さんメインでやってた基本的にロケ番組がありまして、それの時のディレクターだった方で今YouTube のざっくり YouTube っていうね、ジュニアさんとフットボールと小籔君がやってる4人でやってる YouTube がありまして、それでジュニアさんのが話した中でうちのというか僕の親父の話がありまして、それの写真を使っていいかっていう確認の電話だったんですね。で、全然話かと思って、全然使ってくださいってことで電話切ったんですけども、それいつ配信なんだろうなと思ってて、夜そのざっくり YouTube を見たら、意外な交友関係、どんな LINE グループに参加してるっていう、のが上がってましてね。好きでずっと見てたんで、いつ上がるんだろうな、見とこうと思って見たら、その中で出てきたんですよ。でもうこれはね、すなわちあれは何でした？あながちなんかね、便所は宇宙である、ジュニアさんの本ねで、もう書かれてて、二血でも話をしてたんですけども、うちの親父が双子でっていう話をずいぶん昔にジュニアさん、千原さんのイベントを手伝ってる時に、うちの親父双子なんですよっていう話をしてて、それ親父が双子っておもろいなーっていう話があって、一回なんか使えるかもしれん、イベントで使えるかもしれんつって、なんか取りに行こうかどうしようかみたいな話があって、で結局それネタにならず流れちゃってて、でそんなことがあって、親父が亡くなった時にたまたま陣内との打ち合わせがあったんですけど、マネージャーだけにちょっと親父亡くなったんで今日出れませんっつって、葬式に行ったら、吉本からとんでもない数のいろんな芸人さんからお花が届いてて、でその中に上はそれこそ西川きよし師匠から大崎さんね、今は会長ですか、大崎さん当時社長だったと思います。大崎さんから、それからもう当然ジュニアさんだ、誰だ彼だね、本当にたくさんの方からお花が届いてて、これは連絡先知ってるところは個別にこうお礼をしている中で、ジュニアさんの連絡先も知ってたんで、ありがとうございますと。で親父が亡くなった時に兄貴から病院で亡くなったんですけども、こうベッドで
見とら主治医が見とって、でそのなんだかんだ書類をね、死亡診断書だなんだっていうそういう書類を取りに行ってる間に、双子の弟の方ですね、おじが病院に来て、で亡くなってんなって見てるところに主治医が帰ってきて、さっき見とったのにこうね生き返って、しかもベッドを覗いてるっていうんでびっくりして腰を抜かしたっていう話があったんですよっていう話を伝えてて、で不謹慎だけどおもろいなってなってて、でそれがいや笑ってもらえて本当に良かったですっつって、で葬式終わってからおじに親父の家を持たせて写真を撮ったんですね。でそれをジュニアさんに送ってて、言葉だけだったからね、親父が双子だね、で死んでる家をおじが親父の似てるわけですよ。で写真撮って送ったら本当におもろいなっつって、それがスーパーの連載で、便所は宇宙であるに載ってて、でそれがその話をジュニアさんがスパで書いて二血でもしてみたいなことがあって、その時にその本が出る時にたまたまいいともで告知をしてて、でじゃあ久しぶりに顔見せに驚かせに行こう、サイン会があるっつんでパルコブックセンターでした、渋谷のね。で買いに行ってサイン並んでる間に本一応読んどこうと思って読んでたら、その話が載ってたんですよ。ここでも書いてるんだと思って、でいよいよ僕のサインの順番になった時にこうジュニアさんが僕を見つけた瞬間にっていう顔をしたんですね。で周りその本のスタッフ、吉本のスタッフとかいる中でジュニアさんがっていう顔するから、お知り合いですかみたいな感じでジュニアさんにどなたですかみたいな感じで聞いた時に、親父が双子の言ってドカーンって全員がそこで笑うっていうねことがあったっていうことがあって、その話をそのざっくり YouTube でねされてて、写真が使われてたっていうことがあって、いや久しぶりに笑ったというか、写真をまだねジュニアさんが持っててくれるっていうのが本当に嬉しいなと思ったのがありました、昨日ですね。だから見ましたわ。そのねざっくり YouTube を見てください。本当にね面白い。ジュニアさん膝から崩れ落ちたって言ってるんですけど、僕が伝えた時は腰が抜けたって伝えてたんですけど、それはもうどっちでもいいというかね。でそれが小籔君がね新喜劇で井上達夫さんが全く同じ設定で新喜劇やってたっていうのを聞いて、さらにこう驚きました。本当にコントが現実であったっていうのがね、それは面白いなと思って見ておりました。そんなざっくり YouTube ね、ぜひリンク貼っときますんでご覧になってくださいっていうのと、見ましたはざっくり YouTube でいいんですけども、いろいろドラマがね水曜日は本当に忙しいんですよ。恋ですとかドラマじゃなくてもあれもね、水曜日のダウンタウンも非常に面白かったし、恋ですね、白杖ガール、ヤンキー君と白杖ガール、これもねだからこれ浜田雄太郎君がね説明で出てきて、笑うかどうか迷ったら笑おうと言ってくださいってね、親父が亡くなった話でねこう不謹慎だとかね、思うかもしれませんけど、本人というかね、親族かがねおもろい話だろうって言ってんだから、俺は本当にどこで話しても受けると思いますというかね、おもろいんで笑ってくださいねっていう感じですかね。っていうのが白杖ガールの浜田雄太郎君を見てて思うんですよね。だから強いよなって笑いってっていうのがあったのと、それから何ですか、ドラマねいっぱい見てたんですけど、あいつが上手で下手が僕で、もうこれまたねなんか
いろいろ集団コントの話をやってたりね、コンビの片割れが売れて、そのエピソードトークのネタ帳をね解散って書いてたのをちょっと勘違いしてみたいな話でやったりとかね、これはあんまり現実的ではないといえばない。まあね、人のネタ帳を除いて解散がどうのね書いてた時に、それはネタだろってネタだろって思うのが普通だろって思っちゃったりもしました。そんなのがあったり、あと何でしたっけね、なんか見たな、忘れた。つまり好きって言いたいんだけどね、これも見たんですが、全部まあ TVer で見てあんまり印象残ってないな。っていうかながら見をしてるんでね、強烈にないとあんまり印象残ってないですけども、まあいろいろ見ておりましたが、まあね、なんだろう、まあ本当にざっくり YouTube 見てくださいですかね。そんな感じでやっておりました。あと今日ね、朝やん配信でもありますんで、芸人春秋ダイアリー、これね僕もちょこっとまだ全部は読んでおりませんが、文春で連載してる時にずっと読んでて、それスクラップもあるんで、まあ大体のところは読んでるんですけど、それに載ってなかったその後の話とかね、もういろいろ含めてすごく面白いというか興味深いというか、人間の面白みというかね、そういうことが書かれた本でありますので、ぜひご覧になってください。朝やんもご覧な、配信でも現場でもご覧になってくださいといったところですが、はい。コント葬式、ね、いや本当に思い出しましたね、話を。まあそれもね、僕もブログでいっぱい書いてるし、本当に笑っていただければいいなと思っておりました。そんな感じで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。